やっぱり生き物って綺麗なだけじゃなくてなんかいろんな要素があると思うので、そういうのも含めてなんか不完全で変で愛おしいみたいな、ただ表面上のことじゃなくてなんかいろんな要素があっての可愛いっていうところに行けたらいいなっていつも思います。六角彩子と言います。アーティストです。普段は絵を描いていて、最近はいろんな素材の立体にも挑戦しているところです。ここが私の、制作するスタジオです。まだ全てが出来上がってはいないのでちょっとテンポラリーな感じですけど、制作する時はだいたい2枚か3枚の作品を同時に進行させるので、3枚ぐらいのキャンバスが描けるような壁をこう立てて自分で使いやすい制作スタジオにしました。もともと多分小さい頃は絵を描くの好きで、特に色を塗るのがやっぱりなんか好きで、こう色鉛筆でどんどんこう色塗り重ねていったりとか、そういうのが楽しいっていう記憶はあるんですけど、その時の楽しさに似た感覚は今あるのかなって思います。だいたい一色の色をランダムに塗るところから始めて、その時は基本的には自分が無の状態になるように心がけて、でその後それに触発されながら、じゃあ次の色これだな、じゃあ次の色ってこうだんだんレイヤーが重なっていって、色の流れからこう徐々に形がこう組み合わさっていく感じです。最初に決めちゃうとなんかもうつまんなくなっちゃうので、描きながらこうどんどん変わっていく感じです。なんかできるだけその時に出てきた違和感とか、はみ出ちゃったけどなんか面白いかもとか、そういうのを柔軟に取り入れられる状態でいたいなっていう感じです。なんでかわかんないけど多分こうだろうみたいなことがなんか一番正解っぽいっていうか、なんかよくわかんないものと対峙していたいみたいな感じですかね。最初指で描き始めた時はたまたまその手についた絵の具をちょっと段ボールにこすって取ってみたら、なんかこれ面白いかもみたいな、なんかそういうとこからちょっとずつこう直接絵の具を触るとなんかこう解放される感じがして、でそれでこう指を使うようになりました。結構指っていろんな表現ができるので、指で絵の具を垂らしてみたり、指の腹を使ったりもするし、5本の指でこう手の跡をつけることもあるし、自分的に原始的な表現の積み重ねをキャンバスの中でできたのがすごい面白いなと思って、今でもそうしてます。影響はやっぱり自然のものから結構受けることが多いかな。なんか海の波のしぶきがかかるようなところを歩いてみたりとか、光の小さいディティールがキラキラしてるとか、ものすごい数の葉っぱがこう揺れ動いてるとか、なんかそういう自然を見た時に感じるエネルギーを絵の前に立った時にも感じてもらいたいなっていうふうに思います。なんかやっぱり目が大きいキャラクターがいるとすごくこうそこが入り口になって絵に入っていきやすいと思うので、作品が6、7割できたところで目が大きい子がいつもこう浮かび上がってくるっていう感じなんですけど、万人みたいな目印みたいな、なんかそういうシンボルっていう感じです。完全にこっち正面を向いてるっていう作品はなくって、多分自分がちょっと天の弱な部分があると思うんですけど、ちょっと目をそらしてるんだけど実は何かを追っているみたいな、なんかいろんな意味に取れるようにしたいなと思ってこういう感じになるんだと思います。絵でも立体でもキャラクターは結構後の方に出てきて、最初に色の広がりだったりなんか形がもやもやとこうできてきて、こういうキャラクターを描こうっていうよりは宿っているものが自然と浮かび上がってくるかのように作るっていう感じです。ただ表面上のファンシーさだけじゃなくて、ちょっとこう肉体感のなんかグロテスクさみたいのも少し混ぜたいっていう気持ちはいつもあります。キャンバスは結構雄弁なんですよね。なんかもう今日は終わりって思って電気消そうとすると、今ここだよ、
そこなの今日またやるのみたいな、じゃあ行きますみたいな感じで従うのがなんでだろうって思いながら、それが多分正解なんだろうなっていうそういうことの積み重ねっていう感じです。